マジやばいって。やってもやっても終わんないし、全部終わったと思ったら最初のがまた来てるんだよ。おかしくない？姉さん、泣かないで。私まで悲しくなってしまうから。そうだ、私がお仕事を代わりましょうか。よろしく、リンファ。それはやだ。それじゃあ、せめて今日はここまでにしよう。もう暗くなってきているし。さあさあ、明日できることは明日でいいのさ。頑張っても体を壊しちゃったら元も子もないもの。それじゃあ、私もそろそろ帰るわね。あんまり遅くなったらみんなに心配させちゃうし、お腹も空かせてるだろうから。りょー、じゃあまた明日ねー。姉さんのそばにいたい気持ちはあるんだけど、私には家があるから。さすがにあの子たちみんなも一緒というわけにはいかないし。そうね。だいぶ独り立ちはしたんだけど、今でも10人くらいはいるかな。違う。リンファのところにいるのは本当の妹とか弟じゃないよ。身寄りがないとか、親から逃げたりとか、そういう子が集まってるとこなんだよ。昔は私も一緒に住んでたんだ。たくみくんも来てみる？それじゃあ明日案内してあげる。ここまで迎えに来るから待っててね。ここよ。ちょっと賑やかすぎるかもしれないけど。そうかもしれないけど、やっぱりこの家が好きだから。特に問題もないし、今のところはここでもいいかなって。そうね。戻ったわよ。みんな、いい子にしていたわよね。リンファじゃなくてお姉ちゃんでしょ？知ってる知ってる。好きだもんね。それよりも
ちゃんと挨拶をしてね。この人が話しておいた芝仙くんよ。もう男の人を見たらそればっかり。残念ながら違うわ。私や姉さんに協力してくれる天から来たすごい人なのよ。信じる方がいいことが多いのよ。そういうわけだから、この人はこれから私たちと一緒に戦うことが多くなるの。みんな仲良くしてね。お姉ちゃんでしょ。そんなことはないわ。大きくなって出て行った子たちも定期的に戻ってきて助けてくれるし。姉さんだって一時期はここで暮らしていたんだから。本当は心配で、私ができればいいんだけど、どうしても手が足りないこともあるから。無理はダメよ。何かあったらちゃんと報告してね。そういうことだから、たくみくんもこの子たちのことは気にかけてあげてね。嬉しいわ、たくみくん。もうそういう言い方はダメよ。お兄ちゃんでしょ。何かしらね。ハイにも名士って呼ばれるお家はあるわ。下町の子に混ざって遊びにくくてすぐに帰っちゃうとか。亡霊？
亡霊がいるんだもんね。そっか。そうね。そうね。それがいいと思うわ。それじゃあ匠くん、お願いね。お姉ちゃんも必要？匠くんにそんなに言われたら。わかったわ。なんとか頑張ってみる。大丈夫よ。匠くんやみんなは私が守ってあげる。そう、守るのが私の役目なんだから。
光が、呪いが、飛ぶ、腐る、ちぎれる、もげる。匠くんが。ごめんね、つい思いっきり。だって戦えないし、話せないし、可愛くないし、呪われたら、あんなの絶対なりたくないもん。でも、それじゃみんなが、やだね。その醜い口を開くな。されよ金獣。畜生は畜生らしく、死肉でも貪っていることね。大丈夫よ、匠くん。お化けならともかく、犬なんて怖くもなんともないわ。剣を振ればいいだけだもの。そうよ、お姉ちゃんは強いの。安心していてね。みんなのことは絶対お姉ちゃんが守ってあげるから。でも、ここにいたのは犬だったのね。誰も住んでないから入り込んで巣にしていたのね。
うね。みんなももうこういうところに来ちゃダメよ。気になるところがあったらお姉ちゃんに言ってね。それじゃあ今日は帰りましょうね。明日には兵隊の人にここのことを伝えておくから。そういうのも絶対ダメだからね。それ、そんなの危ないわ。やっぱり、私が、頼りないお姉ちゃんでごめんね。これからも、もっともっと頑張るから。